はいどうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、ケアレスミスを完全になくす方法を2つの観点から話していきます。何を隠そう、僕自身めちゃくちゃケアレスミス多かったんですよ。誤ってるものを選べっていう問題なのに正しいものを選んじゃったり、数学でカッコの前にマイナスがあってカッコを外す時に2項目のね符号を変え忘れたり、皆さんもきっとね同じような経験あるんじゃないかなって思うんですけど、めちゃくちゃ悔しいですよね。ちゃんと勉強してきて実力はあるはずなのに不注意によって点数を落とすわけですから、それはもうやりきれないわけです。でもですね、今回話す内容をしっかりと意識して実践してもらえれば必ず驚くほどケアレスミスはなくなっていきます。僕自身今はケアレスミスね全くしなくなりましたね。なのでね、皆さんにもぜひ同じ喜びを味わってほしいなと思います。それでは早速ケアレスミスをなくすための2つの観点なんですけど、それがこちらです。そもそもミスしない方法、そしてミスしてもミスに気づく方法、順番に見ていきましょう。まずは丸1番、そもそもミスしない方法から。ミスしない方法はとてもシンプルで、一言で言うとミスを細分化してしっかりと意識しましょうということ。どういうことかというと、まず絶対にやってはいけないことっていうのが、例えばさっきの誤ってるものを選ばなきゃいけないのに正しいものを選んじゃった、そんな時にまたケアレスミスしちゃったなって片付けちゃうことなんですよ。ケアレスミスっていう名前のミスはなくて、そのミスの正式名称は誤ったものを選ばなかったミスなんですね。このようにケアレスミスで片付けずに、しっかりとなるべくね具体的にミスを認識してあげること、これが非常に重要な第一歩となるわけです。さっき僕自身ね、こういうミスあるよねっていう風にミスのね具体例を挙げたと思うんですけど、それは僕自身が同じミスをしていて、そのミスをしっかりと細分化具体化できてたからなんですね。そしてこのようにミスを具体的に認識できれば、ミスに対しての対策もしっかりとできるようになります。例えば誤ってるものを選ばなかったミスに対して僕がね実際にやったことっていうのが、問題を見た瞬間に丸×をつけることなんですね。これ実際に僕がね宅建試験を受けた時の問題用紙なんですけど、例えばこんな感じで誤ってるものを選べっていうものに対してはバッテンをつけて、これはもう問い31に移った瞬間にまず×をつけるんですね。でこれは×に限らず、問い30のね正しいものを選べっていうのに丸をつける。こんな感じでもう問題を見た瞬間に丸×っていうのをまずつけてから問題を読み始める。これを習慣化しただけで本当にね同じミスをしなくなったのでおすすめです。またミスによってはここまで具体的な対策を立てにくい場合もあると思いますが、そんな時にできる一番簡単な対策法がミスを丸覚えして同じ場面に出くわした時に意識することなんです。さっきのマイナスの前カッコのねミスで言うと、自分がねそういうミスをしやすいんだっていう風に認識できれば、もうそのねミスを丸覚えして心に留めて、あとは試験中同じ場面に出くわした時に2番目のね符号をちゃんと入れ替えないとなっていう風に常に思い出すことによってミスをなくすことができるわけです。まとめると、ミスはケアレスミスとして捉えず、必ず細分化して対策を立てる。これだけでケアレスミスは激減します。ただもちろんミスっていうのはどうしても起こってしまうもの。そういった時に大事なのが丸2番、ミスをしてもミスに気づく方法なんです。要は答えが出た後にどうやってその答えに確信を持つか、どうやって見直していけばいいかっていうことなんですけど、僕が見直しの時に意識していることは2つあります。まず1つ目が答えが妥当かどうかをチェックすること。例えば図形問題で半径1の円に収まってる正方形の面積を求めたい時に面積が10って出てきたら、それはもう半径1の円の面積超えちゃってるわけで、あれおかしいなっていうふうに気づけるわけです。あるいは理由を答える問題なのに答えをね読んでみたら全然理由を答えられてないみたいな感じで、そもそも論外な答えをしっかりと判別してます。そうすることでミスが起こってそうな場所に気づきやすくなるわけです。そして見直しの時に意識していること2つ目が、解法とは別の方法で検算することです。例えば方程式 2x2-7x プラス5イコール0を因数分解によって x イコール1と2分の5を求めた時に、見直しの時はもう一回因数分解してチェックするんじゃなくて、例えば x イコール1を方程式に代入して成り立つことを確認する、あるいは因数分解した形を展開してみて元の式に直るかっていうことを確認する、あるいは解の公式を使って求めてみる。
このようにいろいろな方法で答えが合ってるかを確認することができるわけです。このように検算方法をいろいろとストックしておくことによって場面に最も適した検算をその都度引っ張り出すことができるので、結果的にミスを絶対に見落とさなくなるわけです。ということで以上、そもそもミスをしない方法、ミスをしてもミスに気づく方法の2つの観点からミスを減らす方法について話してきたわけなんですけど、結局突き詰めるとケアレスミスっていうのは究極的には実力不足なんですよ。ミスを仕方ないことだと思って逃げずに、しっかりと自分の実力不足と向き合って対策する。それだけで今後の人生大きく変わってくると思うので、ぜひね、心に留めておいてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。